こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。先月察していた通り、今月の5スター物語は救済ね。今月だけじゃないぜ、どうやらしばらくお休みらしい。連載再開がいつになるかは未定だぜ。ああ、そうだったわ、残念だわ。9年間にわたる長期救済明けから今まで、ほとんど救済なしで続いてきたからな。毎月5スター物語が読めるのが当たり前の日々だったよな。いいところで中断してしまっているし、早く続きが読みたいわ。それもそうなんだが、この動画では扉への情報について紹介したい。そうね、なんだか新情報がやたらと詰め込まれているみたいで、実はしっかり読んでないの。でも救済のショックが少し薄れた感じだわ。これまではこういう読者サービスがなかったものな。以前は、例えば王子がサイロから出てきたところで唐突に救済、それ以外の情報なしみたいな感じだったぜ。懐かしいわね。単行本派の人にはわからない体験よ。さて、昔の話はともかく今後の話をしたいぜ。今回の動画では扉絵で断片的に触れられている情報、その一部についてネタバレありの推測をするぜ。それでもいいよって人は、ゆっくりしていってね。さて、1ページしかない扉絵をそのまま動画に使ってしまっては、さすがに引用の要件を満たせないので、内容をピックアップして紹介したい。扉絵イラストも面白いのよね。あの3人が出会った時に大きな変化が起きるはず。それが誰かはニュータイプ本誌を見てもらうとして、まずは既存情報の整理から。5スター物語における超能力者は旧設定では、まとめてダイバーと呼ばれていた。このダイバーの力にはいくつも種類があって、単純に電撃や火炎を出して戦うだけじゃなくて、騎士を支配する能力や物質を変容させる能力もある。この物質を変容させる超能力による遺伝子改造によって、エンハンスドヒューマンである騎士は生まれたわけだ。で、設定変更によりこの超能力者の名称が変更された。超能力全般のことをブリッツェンフォースと言い、その中でも電磁波とか直接的な力をボルテッツという。そして遺伝子を含む物質の組成を変更する能力をブレイン。これは旧設定でルシェミと呼ばれていたものだ。ガーラントマイトは、この能力で GTM やファティマを作るのよね。で精神制御能力はオペラ、旧設定はハイブレン。ネットスバースや海縁の動きを止めた力だ。そして新設定で生まれたのがスコーパー。歌目などが持つ千里眼の力だ。旧設定のアップデートというか、細分化って感じね。そして今回、このブリッツェンフォースの使い手に異界が設定された。騎士の転移に当たるのが、雷天、強転移に当たるのが雷天王だそうだ。雷天に該当するのは、バッハトマに移籍したルフリエトゾラ。雷天王にはボスヤスフォートやマグダル、アマテラスの御事などが該当する。ボスヤンって、騎士の異界で言うとジャコウとかフィルモアのアビエンヒートサイと同じなのね。意外な序列だよな。そして、魔法使いの剣聖に該当する称号が伝聖だそうだ。そして、その人物の二つ名がマシンメサヤ。あ、わかった。ボスヤンを操っている黒幕が伝聖の魔法使いなんでしょ。残念、実は伝聖は歴史上存在していないらしい。いつ時点の歴史か不明だけどな。へえ、二つ生であるのに不思議ね。お楽しみ要素だわ。そしてここからが扉絵情報の本番。まず、明らかになった新事実その1。アダマス洋軍連邦を覚えているよな。アドラーの破滅主義者の軍団でしょ。ロストテクノロジーで星団を乱そうとしているヤバい軍団。実は彼らはルゾゴーガを開祖と崇めているらしい。あれ、その単語って確か。そう、奮闘暗殺に来て、なおに切られた騎士が死に際に呟いた単語だぜ。アマテラスさえ知らない謎単語だったが、扉絵で正体が判明した。ルゾゴーガとは、星団歴や AD 世紀より昔、アズデビューと機の数式生命体軍、ネイドンゲイ版の式帝、とのこと。ネイドンゲイ版確か以前の扉絵情報だとネイドンデイ版だったような。表記揺れだな。これ魔導大戦が終わって7話、星のない世界の冒頭で直径 200km の超兵器イエッタとの戦闘が書かれる予定だぜ。その表記揺れのある扉絵情報によると、超兵器イエッタってことは、つまりモナークセイクレットであり、アルジェブラウェポンのことだな。複数の呼び名があるけどまず間違いないだろうぜ。なるほど。で、なぜかアダマス洋軍連邦は、太古にジョーカー太陽星団外から、やってきた数式生命体軍のリーダー格の個体を開祖と崇めていると。つまりルーツだと。これまで語られてきた内容だと、彼らが破滅主義に陥ったのは、平たく言えば、落ちぶれたから、危ない技術を持っているのは、超帝国が禁じた技術を復活させたから、だったのだけど、もっと根深いものがあるらしい。なるほど。そして新事実その2。カラミティ星崩壊の原因は何か？星の寿命でしょ。多分太古の戦いで兵器化された副作用。それは星の寿命が縮んだ原因だな。直接の原因はヘリー聖域が関係しているらしい。
丸ごと引用すると、扉絵にはカラミテ星崩壊の始まりとなるヘリー聖域の消失、とある。長野先生らしい、曖昧さを残した書き方でいくつも解釈は可能だ。例えば、カラミテ星の崩壊が始まると真っ先にヘリー聖域から消えるとか、あるいはヘリー聖域が消えたから星の崩壊が始まったとか、いずれにせよ、わざわざ長野先生が扉絵情報に出すということは無関係ではないはず。確かにそうね。ヘリー聖域は改造騎士やら融合人形やら、超帝国が封印した闇の技術の継承者だと思われたが、彼らもまた数式生命体と関係のある集団かもしれない。だから両軍に手を貸しているのかも。なんだか闇技術で我が身もろとも聖団に復讐してやるって、単純な話じゃなくなってきた感じがするわね。多分騎士たち下っ端の意識はそうなんだろう。でもその上には別の思惑がありそう。長野先生らしい謎の出し方ね。新事実その3、空者ガクダームが異例、最強の F ネームファティマ、ウォーク、ベータ型アマテラスケ駆逐戦闘兵器エブラコードブリンガー。ここに来てなんか、いかついのがいっぱい出てきた。わかりやすいのがエブラコードブリンガー。これ、デザインズ7で、新しくしたヤクトミラージュの次のバージョンだぜ、確実に。F ネームファティマが狩るのだから間違いない。まだデトネーターブリンガーも活躍してないのに気が早すぎるわ。なんか7話で登場するらしい、順番が逆では。読者の予想をはるかに超える展開。そしてあの謎空間で登場したファティマ、ドアランデアステルーテ。彼女はどうやらあの謎存在、空者の司令官で、空者ガクダームが異例とは、タイモイ級度殲滅兵器だそうだ。何それ？もう名前からしてすごい強そう。すごく硬くて強そうな響き。このネーミングセンス、本当に痺れる。これ、以前もどこかで話したけどネーミングのクオリティは、作品全体のクオリティを反映しているケースが多い。ネーミングがありきたりだと、やはり物語の展開も手堅いものになりがちだと思う。関係の限りにおいて、手付け加えておくけど、ウェブ小説界隈だと、この関係性はかなり強い気がするわ。さて、こんな具合に扉絵だけですごい情報量なわけだが、気づくことがないか？何？まだ魔導大戦が終わってないのにその先の話ばかりってこと？そうそう、多分長野先生の中で魔導大戦の峠は超えた扱いなんだと思う。マキシ構成とマグダル救出、ボスヤン撃破が残っているけど、早くも先を見据えている。おそらく最大の難所がクリスト大具の話とヨーンとエストとデコースの話だったんじゃないかな。その二つをとんでもないクオリティで終えた、単行本作業も終えた。だから次への布石を打っているのだと思うぜ。ログナーが桜子の言ったセリフを思い出すわ。しかも7話ではこれまでに登場したキャラクターが全然出てこないらしい。今までの国家や馴染みのあるキャラクターは存在しないって記述がある。普通、そんなことやらないわよ。これまで積み上げたキャラクター資産がもったいないから。モーターヘッドから GTM へ、もそうだったけど、7話では短期的にガラッと世界観が変わるのだろう。確かもう GTM からは変更しないのよね？それは確かニュータイプ本誌の QA か何かで明言していたはず。ともあれ、魔導大戦が終わる前に次を出すっていうのは、5スター物語が中断されるっていう、噂を抑止する効果は見込めるし、実際そんなことにはならないだろう。正直、少し駆け足になってきた気がするのよね。物語の着地点を明確に意識している気がするわ。それはあるな、正面争奪戦あたりから、年表の後半や最初期の時間に起きるいろんなイベントとのつながりが強くなっている。やっぱり未来が過去に干渉したことそれ自体の結果、っていうギミックがすごいのよ。宇宙の創造主が宇宙が始まってから生まれるとか、読者は5スター物語のページをめくって好きなシーンをいつでも読み直せるけど、結果は変わらない。それと同じことが5スター物語の年表システムの中で行われている感じだな。まさに SF だ。本当に似たような作品っていうのを見たことがないぜ。さて、最後に救済の理由なんだが、連載の制作体制などいろんな調整を行っているそうだ。そして秋にまた40周年本が出るらしい。エピソードメモリアル歌唱というらしいぜ。その中にデザインズ8が一部先行公開されるとのこと。あれ？確かデザインズ8って年内予定だったような気が。リブートも、な。多分色々予定が変わったのだろう。しかしどういう内容なんだろうな。エピソードメモリアルってことはまとめ本ってことかな。ニュータイプクロニクルとは違う方向性になるのだろう、きっと。仮タイトルからするとそんな感じよね。だから新規要素としてデザインズ8が少しだけ入ってくる、と。だとするとデザインズ8は年内でないかもな。正直、周年の企画ってこともだけど、展示会から長野先生の仕事が増えすぎている気がする。先が読みたいファンの立場からすると、連載や立体物の監修に集中してほしい気がするので複雑だぜ。ここまで追ってきたファンの多くは新しい本が出たら買うものね。ニュータイプ本誌の価格も上がる一方だし、色々大変なんだろうなとか邪推してしまう。
ともあれ、救済期間中も動画を上げようと思う。まだまだ触れていないところは多いしな。そうね、とりあえずこの動画はここで終わりにしましょ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。今回は5スター物語要素はないけど、面言動画もよろしくだぜ。もう一本くらい作る予定よ。それじゃ、またねー。